ヘブンリーヘリー。なあ、どういうことなんだよ。お前らが人間界に落ちたのがあの天使たちのせいって。そのまんまの意味だ。僕はずっとキラキラ綺麗な天使さんに憧れてた。だからファブエルに入りたいって思った。それだけだから。もう話すことないから。ダーリョン、わがままでごめん。僕のこと嫌いになっていいから。じゃ。嫌いになるとかそんなんねえから。正直寂しいけど、お前が本気でやりたいこと止めたりしねえよ。ダーリョンの気持ちもまあわかるし。気持ち？あ、そうか。ザイール、可愛いもの好きでダークマンになったんだもんね。ああ、そうだよ。わざわざ説明ありがとな。でもこれはいい機会だろ。ちゃんといろいろ説明してくれよ、お前らのこと。ザイール、今まで面倒に巻き込まれたくなくていろいろ突っ込んで聞かなかった俺も悪いけどさ、俺だけ知らないとかやっぱり嫌だわ。でもそれは。説明してあげてください。ダンセル、いいの？構いません。私がいると話しにくいこともあるでしょう。ベランダで外の空気を吸ってきます。終わったら声をかけてください。うん、分かった。分かったよ、ザイール。ちゃんと話すよ、おごりの終焉のこと。僕らに何が起こったか。おごりの終焉。ザイール、順を追って説明していくから焦らない。ダーリョン、なんか急にテンション上がってない？だってずっと暗い雰囲気じゃ気がめいっちゃうもん。そんなこと今は話してる場合じゃないだろ。じゃあエルゴンもどっか行ってたら？頼むから喧嘩すんなって。エルゴンもここにいてくれな。分かった。じゃあまず質問。ザイールは天国と地獄の境界線には行ったことある？いや、どういう場所かも正直詳しいことは何も。知らなくてもしょうがない。ザイールは下級悪魔だし。どうせ俺は下級凡人悪魔だよ。天国と地獄の境目ってね、とっても不思議な場所なの。天国と地獄の間は一見すると何もないように見えるけど、神様の力で行き来できないような見えない壁があるんだ。神様の力なしで天国と地獄の間を行き来できる場所が一箇所だけあって、そこはね、大きな門になってて、天国側からだけ鍵が開くようになってるんだ。天国側だけ？なんでだ？わからない。悪魔は信頼されてないってことでしょ。神様の悪魔差別だよね。ダンセルはずっとその門番をしていたんだ。その頃のダンセルは今よりももっとクールな感じだったよね。うん。それにダンセルは門番をしている間に何が起きたかなんて僕らに話すことはなかった。あいつが門番になるまでは。あいつ？流れでなんとなくわかるでしょ。ルーシュだよ。あの日のことはよく覚えてる。ダンセル、ねえ、いつになったら僕と遊んでくれるの？ペギー、今日も元気そうですね。あれダンセル、なんかあった？わかりますか？わかるよ。なんか怖い顔してる。天国側の門番が別の天使に変わったんですよ。それで？その天使が私に挨拶しようと門の鍵を開けようとしたんです。確か門を開けるのは神様の許可がなきゃダメなんじゃなかったっけ？その通りです。
一度門が開かれたら地獄と天国の秩序が崩れてしまいます。慌てて止めましたが、そしたらその天使なんて言ったと思います？そっか、悪い。でも初めて会ったし、門越しじゃなくて握手とかした方がいいのかなって。ですって。別に門越しにお互いの顔も見えているのに握手だなんて。天使の割に悪魔にフレンドリーなんだね。あんなに気の抜けた天使が門番でいいんでしょうか？何ですか？別にダンセルが誰かの話するの珍しいから嫉妬しただけ。最初は新しい門番はうっかりミスが多いとか、どこか抜けているようだとか、全くルーシュさんのこと信用してないみたいだったよね。けどだんだん様子が変わってきて。皆さんは地獄に落ちる人間のことどう思いますか？人間は大好きだよ。暇つぶしのおもちゃになるし。そういうことではなくて。もちろん徹底的に裁きを下すべきだ。だね。地獄に来るってことは悪いことしたってことだしね。私もずっとそう思っていたんです。でもルーシュが。またルーシュの話？嫉妬通り越してなんか面白いんだけど。ペギーは話の邪魔をするな。ダンセル、ルーシュさんは何て言ったの？彼はこう言うんです。そりゃ悪いことはしちゃいけないって分かってるよ。でもなんだかなーって。なんだかなとは？こっちには生まれた時からガチ金持ちでガチ何不自由なく育って、罪を犯しても自分の手は汚さないから天国に来るやつもいる。その一方で善人でいたかったのに食うのに困って仕方なく罪を犯して地獄に行くやつもいるだろ。ええ、そうですね。天国に行くやつと地獄に行くやつの判断、これで合ってんのかな？ルーシュ、あなたは神のご判断を疑うのですか？いや違うけど、違わねえのかな。ダメだ、もやもやするからちょっと聞いてくるわ。聞いてくる？だから神様にだよ。そこんところどう思ってるか聞いてくる。それで本当に神様に話を聞きに行っちゃったの？それでどうなったんだ？すぐに門に戻ってきました。肩を落として。神様には人間に合わせて天国と地獄のルールを変えるつもりはないと言われたそうです。まあそうなるだろうな。それでいいんでしょうか？ずるいなあそいつ。ダンセルの頭をいっぱいにさせてたくさんお話ししちゃってさ。ペギーともたくさん話しているじゃありませんか。僕の時はいっつも流してばっかりで心開いてくれてないでしょ。ペギーがいっつもふざけてばっかりいるからじゃない？僕だって好きでこんな性格になったわけでも愛欲にまみれてるわけでもないし。このことがきっかけになって僕は大式魔な自分がすごく嫌になって、それでダンセルにメガネを作ってもらうことにしたのでした。終わり。終わらない終わらない。今気づいたけど僕ってメガネをしても結局ダンセルに買わされてばっかなんだよな。ペギー、落ち込むのは後にしてくれよ。まだおごりの終焉の話までいけてねえだろ。今精神的ダメージが強すぎるから。ダーリョン、続きお願い。わかった。今の話を聞いてから割とすぐ後にね、ダンセルに言われたんだ。天国と地獄に革命を起こすって。革命？天国と地獄の上層部は古来からのやり方を変えようとしない。自分たちが正しいというおごりがある。もう一度天国と地獄のあり方を考え直す必要があるとダンセルは言っていた。門の扉を開けて
もう一度天国に行くべき人間と地獄に行くべき人間を選び直すんだって。それがおごりの終焉。ダンセル、ずいぶん無茶なことしようとしたんだな。ダンセルもおごりの終焉が完璧に正しいとは思ってなかったよ。でもこうでもしないと何も変わらないって。で、お前らはダンセルの考えに乗ったってわけか。僕ら以外にもたくさんの悪魔が賛同してくれたよ。でも革命は失敗に終わったんだな。ああ、あの天使のせいでな。革命決行の日、僕らは門の前で天国への道が開かれるのを待った。でも約束の時間になっても門が開かれることはなかった。なんだよそれ。じゃあそれって天使が俺らを裏切ったんだ。その後神様が門の前にいた僕らを全員捕まえて裁判にかけられることになったんだ。それでお前らはダークマに。うん、最初はダンセルが僕ら全員の罪をかぶろうとしたんだ。全ての首謀者は私です。他の者たちは私の命令に従っただけ。罰するならばどうか私だけを。ってね。でもそんなの僕無理。ダンセルと離れるなんて絶対無理って思って神様に言ったんだ。僕は禁欲の眼鏡をかけることにした。人間を陥れる仕事を放棄した。だから地獄から追放してって。僕も言ったよ。僕は天使にずっと憧れてる。悪魔なんて大嫌いって。エルゴン、お前も神様に訴えたのか。まあな。お前らどんだけダンセル好きなんだよ。こうして僕らは革命も起こすことなく地獄から追放されましたとさ。おしまい。なあ、つまりお前ら天使のせいで追放されたんだろう。ならファブエルのやつらにもっと突っかかってもいいはずなのに。それはダンセルに止められてるから。あいつらも天国を追放されたからおあいこだって。おあいこって言われてもな。それにダンセルはどこかで信じたいんだと思う。自分を裏切ったのはルーシュじゃなくて他の誰かだって。ダンセル、あの天使に執着しすぎだ。じゃあ結局そのおごりの終焉を阻止したのが誰かわからないってことか。ああ。じゃあ直接聞いちまえばいいんじゃないのか、打天使たちに真相を。そんなことしたって意味ない。分かったからって誰も地獄に戻れるわけじゃないんだ。うん、それは確かに。話はこれで済んだかな。じゃあ僕天使さんたちのところに帰るね。ダメだ。もう僕のこと嫌いになっていいんだよエルゴン。僕ね、まだエルゴンに言ってないことが。もう何も言うな。ダーリョ、気持ちは変わらないんだな。そう何度も話してるでしょ。ダーリョン、さっきからお前話し方きついぞ。だって僕らライバルになるんだから。エルゴンは僕のことなんてもう気にしなくていいんだって。そうか、分かった。ならお前と離れること、受け入れる時間が欲しい。せめて春祭りが終わるまで。ダーリョン、どうする？分かったよ。春祭りのテーマ曲が決まるまではここにいる。ありがとう。感謝されることなんて何もしてないよ僕。俺ダンセル呼んでくるわ。
ダンセル、話終わったぞ。そうですか。その無理に何か言おうとしないでいいですよ。あ、もう少し外の空気を吸ってから戻ります。そうしたら夕食にしましょうか。わかった。なあダンセル、はい。結果はどうであれさ、お前がしようとしたのって地獄と天国をよりいい場所にしようとしたってことだろ。それってすげえことだって思うぜ俺は。じゃあすぐ部屋戻ってこいよ。すごくなんてない。ただのエゴですよ。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローしていただけますよね。